今回は、バックライトが動作しないジャンクノート、パナソニックの SX3 の修理の様子をお送りいたします。汚れも傷も大したことはありません。取説もついていました。掘り出し物かもしれません。累計使用時間も3630時間と短い。バックライト以外は大丈夫そうです。それでは最初に症状を確認しましょう。電源を入れます。やはりバックライトが点灯していません。うっすらとパナソニックの文字が見えます。それでは分解していきましょう。ビスを片っ端から外していきます。3種類のビスがあるので混ぜないように気をつけましょう。バッテリーを外した部分に SSD のカバーがあります。これも外しておきます。キーボードの載っている部分を外しますが、ドライブのカバーを先に開けておかないといけないんです。このカバーの下のビス4本も、この時点で外しておく必要があります。左下コーナーのビスはそのままにしておきましょう。これで上のカバーが外れます。ヒンジの部分を持ってゆっくり手前に持ち上げます。手前にキーボードのフレキケーブルやドライブのカバーを開け閉めするためのケーブルが2本あります。フレキケーブルはコネクタを押さえている部品を薄いプラスチックのピックなどで手前に持ち上げると外れます。慎重に作業しましょう。それではバックライトの電源がコネクタまで来ているか確認します。液晶とバックライト用電源が1つのコネクタでつながっています。コネクタの手前のコンデンサーまでは電圧が来ています。コネクターを外して詳しく見ていきましょう。コネクタには電圧が来ていませんが、手前のヒューズの左側までは約 12V の電圧が来ています。このコネクタの右側から2番目から5番目までバックライト用電源です。これがヒューズです。切れています。チップ型の 2A のヒューズは持っていないので、とりあえずより線の導線の1本でつなぐことにしました。この細い線でつなぎます。予備ハンダです。ヒューズの両端に予備ハンダです。それではこの細い線をハンダ付けします。まず右側に線の先端をハンダ付けして、程よい長さにニッパーで切ります。ピンセットで押さえて左側の先端をハンダ付けします。断言はできませんが、このヒューズは側断型で、電圧の立ち上がり時の定格以上の突入電流が流れて切れたんだと思います。こんな感じに出来上がりました。さあ、それでは電圧を測ってみましょう。ちゃんとコネクタまで 12V が来ています。それではコネクタをつないでバックライトが点灯するか確認しましょう。やりました。いずれちゃんとチップ型のヒューズに交換しようと思います。このジャンク PC は SSD なしで売られていたので、新しい SSD を搭載して Windows 10をインストールします。とりあえずキーボードの乗ったカバーを取り付けます。
インストール用に用意した USB を取り付けて電源を入れます。言語やキーボードの種類を選択します。基本的にデフォルトのまま進めていきます。住んでいる国や追加するキーボードレイアウトを設定します。今回はとりあえずアカウントは設定せずにお試し用としてインストールします。正常にインストールが完了しました。不明なデバイスについてはパナソニックのサイトにある説明に従ってドライバーを当てていきます。それではビスをすべて元通りに取り付けていきます。インターネットのアクセスや動画再生も問題ありません。ドライブのカバーの開け閉めや CD の再生も問題ありません。せっかくなので東芝ダイナブック R73 とベンチマークで比較してみました。やっぱりコア数とスレッド数の違いが如実に現れました。普通に使う分にはどちらも十分な性能です。ただ SX3 の画面が小さいのとキーボードの配置には慣れが必要ですね。ご視聴いただきありがとうございます。いいねやコメントをいただくとモチベーションアップです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。